興奮してきたぞ。サンダーボルツ楽しみだわ。サンダーボルツはマジで楽しみにしてる。ポスターのセンスも予告の絵作りもだいぶ好みかも。それが何かのルネッサンスへのオマージュだろうか。サンズ・オブ・アナーキーでもやってるし、何か元ネタがありそう。収まりよくみんなあちこちを向いてる普段の MCU ポスターとはあまりに好対照すぎる地獄絵図一歩手前みたいなスレが。ポスターがかなり好き。セントリーの立ち位置はまだわからないな。ヴィランかと思ってたけどポスター見る限り味方だけボイド暴走かな。左端誰？スレガのボブの、痛いからやめて。ボブって誰だよ。軍神を素手で引き裂くおじさんだよ。トップガンマーベリックでも出てきたあのボブを知らないとはとんだ潜りだぜ。なんでこいつどの作品でもボブ役なんだよ。役者もそいつなの。もうボブ俳優じゃん。味方にしてもヴィランにしてもセントリーが強すぎてどう扱うのかがわからない。追加メンバーいるよ。って前々から言われてたけどセントリーのことなのかそれともまだ追加いるのか。まさかのネトフリ組からパニッシャーとエレクトラ参戦はさすがにないか。また生き返らせる気かよ。どういう経緯でこいつらが組むんだよマジで。予告見るに何かの罠で同じ施設に閉じ込められて。って感じっぽい。何も起きないはずもなく。まあ起きるんですが。あのおばさんにそれぞれ誘い込まれたって感じかな。思ってたよりは小規模な話かも。まあシビルウォーくらいならいいんだけど。キャプテンアメリカがいる。慣れなかったんだよな。ヒゲ生やしてるとこなんかトニーと決別して逃亡中のキャップオマージュだよな。ブレイブニューワールドでサムの前に一人挟んでるのには言及しそう。映画だけ見ててもこいつがそうか。ってなる感じ。ジョン君以外は全員映画のキャラだから映画だけでも追ってれば知らないってことはなくないか。しかもまだ下火になる前のフェーズ4開始当初までのキャラだし、3分の6占めてるブラックウィドウが時系列的には過去だからあんまりってのはわかるが逆に言えばやや浮いてたあの作品に意味が生まれるってことよね。なるほど。ブラックウィドウが実質これの前日譚ってことになるのか。エレーナがドラマ的な中心になるなら大事かもね。ボルツの面々全員キャップ立て扱えそう。パチキャプテンもビブラニウム製なの？ポスターで見る限りめっちゃボロボロになってるから違うっぽい。また手作りかなわら。偽物だと思うでも F&W の時の即席の盾よりは丈夫そう。ブレイブニューワールドの3ヶ月後にサンダーボルツか。延期してもキャップ4と時期離さないようにしてたし、絶対に近くないといけないの理由があるんだろうな。作風的に明らかにストーリーが連動してそうな感じだし結構楽しみ。サムとバッキーが関わりないわけないからな。久しぶりの複数作品入り乱れてのクロスオーバーものだな。マーベルズもそうなんすよ。あれはキャプマニにミズ・マーベルがゲスト参加したぐらいだからあんまそういう感じしないな。モニカのパワーはワンダビ由来だけどもともとキャプマのキャラだし。キャプテンアメリカがヒットしたらこっちもヒットしそうだけど。キャップ4が来年の MCU 作品に与える影響はでかいだろうね。MCU 版はバルの紙幣で、偉大なるサンダーボルトロス将軍の魂を受け継ぐ。あなたたちはサンダーボルツよ。とかドヤ顔で言い出すんじゃないだろうか。みんなが求めてるサンダーボルツは悪人チームだろうに善人ばかりで面白みがねえな。他のヒーローよりも黒いことできるよくらいに思っておこう。大体悪人ばっかを売りにしたところで蓋を開けてみたら普通に良いやつってパターンだからな。今作は悪人というか苦労人チームアップというか。ボルツは一応 DC のスーサイドと違いルーツからして構成してヒーローしたいよなって連中の集まりだから。まあキャッチコピーわかりやすくするのは広報の仕事だから、鼻から見る気満々のやつはそれは気にせんのがよしよ。サンダーボルツ。なんかこのアスタリスクに意味があるらしいね。アスタリスクが海外のスラングで間違いの訂正、テキストベースのコミュニケーションに感情や動作を加える不適切な言葉や攻撃的な表現を和らげるとかの意味があるからヴィラン系の構成チームみたいな感じかな。エコーやアガサもこっちに合流しそうだな。二人ともヴィランよりというかヴィランだし。かわいい。可愛いっていうかイケメンというか、何がとははっきり言えないがブラックウィドウの妹好みなんだよな。エレイナって姉と違ってダボっとした袋線で行くんだな。フローレンス級が役のために体作りとかしないって公言してた気がする。プロレス映画とか出てるし体を作らないわけではないけど減量してまでの体型の注文は受けんって宣言してるんじゃなかったっけ。演技力の高さでカバーしきってるからすごいよな。アクションも結構できるし。エレイナ人間にしてはちょっと強すぎる気がする。一応移動だし。超人結成由来の生まれが3人もいるとは。ジモさん落ち着いてください。アメリカさん、ロシアさん、ドイツさん、
妹はおばちゃん情報鵜呑みにしてホークアイが姉殺したと勘違いしてるんだっけか。ジェレミー・レナーが復帰できるまでそのあたりはお預けなんかな。それはホークアイのドラマでやらなかったっけ？やったね。二人ともナターシャ付きで和解した。ケイト・ハマーベルズに出てきてエレイナとかを見知りだしホークアイかケイトどっちか出たりせんかな。もうクリントも出しちゃわない？あいつもローガン時代とかあるしちょうどいいんじゃない？浪人な。詰め出し男はまだ出ちゃダメ。もうジェレミーは復帰できるぜ。なぜか事故の後遺症で視力が上がって写真記憶ができるようになった。もうアクションシーンも他の作品で撮ってるから安心。死の淵から蘇るとより強くなるって現実でもあるんだな。バッキーにレッドガーディアンとキャップとの死闘の思い出を聞かせてあげてほしい。ってことがあったんだ。あいつそんなことしてたんだ。アレクセイの癒し枠感。アレクセイがフェーズ4以降のキャラで一番好きだから楽しみすぎる。憎めないクソ親父の塩梅が大好き。ブラックウィドウもマーベルズもだけど結構な詰めろというか20年くらい前の曲使ってくるな。MCU のヴィラン集結って言ってもドラマだったり最近出たやつだったり集結感あんまないな。まあ正直バッキー以外のキャラのこれまでの活躍や知名度が弱いっていうか。それを高めるための映画なんでしょ。つうかここってアベンジャーズタワーか？やっぱりバルが買い取って表向きはアベンジャーズの代わりとなる自分の傭兵チーム結成する気なんかな。ゴーストとタスクマスターのキャラが今作でどうなるかだな。タスクマスターちょっとかっこよくなった？タスクマスターすげえいい感じのマスクになってる。このマスクも嫌いじゃなかったけど、エクストリームスポーツ感多めだったので随分原作顔になった。中身も元ボンドガールで美人なんだけどな。これ早くマスク外した方がいいのでは？怖い。メイクの影響がでかそうだけど表情でここまで印象変わるから役者ってやっぱすげえわ。タスクマスターもうちょっと字が芽生えるようになるんだろうか。タスクマスターは人格的なのがどうなったんだろう。ブラックウィドウから年月経ってるからどうなるかね。予告だとエレイナ助けてるように見えるし、団体行動もできてるみたいだから正気なんかな？ブラックウィドウってシビル号直後だっけ？やばいどっちがゴーストでタスクマスターなのかわからん。素顔出してるのがゴースト？そう、知らないキャラばかりだ。ゴーストのすり抜けアクション軽快で好き。ゴーストちゃん透明になったりする症状に苦しんでて時期従ってて、アントマンにで治ったっぽいのに苦しまずに透明化だけできるようになったのか？治療のための素材採取中に指パッチンで薬の供給途絶えたっぽいからなんやかんやあってパワーだけ使えるようになったとか？自在に使えるならゴーストの能力が抜きんでて強いな。ゴーストちゃんまだ出番あったんかわれ。ゴーストはジャネットたちとまだ関わりあるのか？ゴーストってローレンス・フィッシュバーン関係の人だよね。モーフィアスまた出るのかな？死んだか生きてっかも記憶曖昧だが。ビル・フォスターだね。アントマンの友人で最近だとホワット F で出てきてた。監督があんまり実績ない感じなのかな。調べてもいまいちピンとこなかった。ビーフ逆上っていう煽り運転を題材にしたドラマの監督してるらしい。アクション関連はやってなさそうだけど予告見る限りは期待できそう。ちなみに今回制作総指揮にスカーレット・ヨハンソンが参加しているらしい。エグゼクティブプロデューサーとしてクレジットされてるんだって。映画妹とかブラックウィドウに出てたキャラだからキャラがブレないようにチェックしたりするんかな。スカーレット・ヨハンソンがプロデューサーやるっては結局サンダーボルツのことだったの？他になんかあるんだと思ってたわ。単純にブラックウィドウの続編だからでしょ。全員物理すぎるとは最初から言われたけど逆にアクション面は統一されていいのかも。最近の MCU に足りてなかったミリタリー要素だったり近接とか物理での戦闘マシマシで楽しみだわ。衣装が全部小汚くていいな。懐事情の悪さが滲み出ている。サノス軍との戦いくぐり抜けてるだけあってバッキーだけオーラが格上。サンダーボルツだとバッキーずっと難しい顔してんのかな。バキツバサみたいな笑顔も見たいな。クールなバッキーほんとかっけーな。大事なアームを食洗機で洗うな。メタルアームそんな感じで洗うから盗まれたんじゃ。バッキーは鳥の人より人気あって困らない。キャップと同期で悲しい過去も持ち合わせて敵として登場して仲間になるんだもん。バッキーはビジュアル強いな。あとドラマ見て思ったけど演技力も強い。単発も悪くないなって思ってたからロン毛なるって聞いてちょいがっかりしてた。でもやっぱりロン毛バッキーの方が好き。久々に強いバッキー見られるかな。ファルコン&ウィンターソルジャーは戦闘面の活躍があんまり印象残ってない。めちゃくちゃなメンバーがバッキー加入でまとまるみたいなことをセバスタがインタビューで話してたよ。なるほどバッキーがキャップのようなまとめ役になるわけで。まとめ役っていうか、
バッキー討伐に向けてまとまるって話だろ。バッキーは言うて10作近く出てる名の知れたキャラだけど、他は1作とかしか出てない連中だし、キャラ紹介とつながりを持たせるためにバッキーを一旦敵対側に送って話筋なんだと思う。サンダーボルトめっちゃいいなこれ。バッキーが敵対風になってるけどミスリードだろこれ。最後の攻撃は普通にエレーナを追ってる奴らに攻撃したと予想。お前このハマる？バッキー、議員やってたりサンダーボルツにと昔からどの時代も巻き込まれたり大変な目に遭ってる苦労人だな。ちなみにバッキーが最後ぶっ放してる武器はウィンターソルジャーでも出てきているらしいぜ。ウィンターソルジャー好きにはお約束の武器だ。絶対この円盤が車の下に張り付いて爆発するやつだ。このワクワク感が MCU なんだよな。俺たちのマーベルが帰ってきたな。